思わぬ収穫です。まさかみたいな。で、もう幸先良くないですか？本当にこれアメリカで買えないですよ。はい。やってる。お花見してる。はい。来ました。言うたやないですか、昴生さん。ブラジルっていう。違う。セカンド3ダービー買ったことありますね。あるんだっけ？じゃあセカンド3って US バージョンどんな感じかちょっと言ってみます？ちょっとどんぐらい買えるかチャレンジですね。ちょっとバトル形式にしません？バックがすごくいいんですよ。まあ、サムレギュラースタッフが多かったんで。はいはい。これはやっぱりちょっと別格な気がするな。セブンティースのダービーだ。だってこのヒーロー感ガチで。ガチっすね。ちゃんと思うんですよ。うわー、青ちゃん。青木さん見てますか？とうとう車止まりました。いや、マジで最悪です。もう終わりました。どうやって帰ればいいのか分かりません。おはようございます。おはようございます。朝 6am ですよ。おはようございます。おはようございます。いやー、まあもうなんかちょっと定番化してきてしまいましたが、秋田とか言われても僕はやり続けますからね、この YouTube。はい。もうみんなわかりますよね。着いた初日です。サンフランシスコっす。もうみんな知ってますよね、この流れ。おなじみですね。おなじみっす。サンフランシスコに行くっすね。結構でもこの間のサンフランシスコすごい良かったんで、なんかちょっと今回も道中いろいろちょっとディーラーさんのでね、とかもうやってきますよ。おいっす。やります。はい。久々っすね、自分、昴生さんとシスコ行くの。確かに。そうやって言われてみれば、まあ、どんなドラマが待ち受けているのかって話ですよね。楽しんじゃいましょう。楽しみましょう。寒いっすね。寒いっすね。はい。行きましょう。うっす。お願いします。はい、っていうことで、もうお昼過ぎです。サンフランシスコ着いてもう一仕事終えました。何かというと、まあ、サンフランシスコといえばなんですけど、まあ、言うてもダビーっすね。はい。まあ、今月もちょっとまたね、いろいろね、ミーティングとかしながらの、また今回ね、ニューカラー。この間ちょっとインディゴっていうカラーを入れたんですけど、超久しぶりじゃないですか。3年ぶりとかに一番最初ネイビーを入れたんですけど、そのネイビーがまた今回復活するということで、はい。で、これね、発売自体は、ダービー社での発売はもう秋口らしいんですけど、まあ、今回ちょっと特別にということで、これを、最初にね、初でいいよっていうほどに言っていいよっていうことで、ちょっと今月 ?4 月なんですけど、入荷日の時に、ネイビーを入れることになったんですけど、僕もヴィンテージで、じゃあダービージャケット何色を一番着るかって言われたら、僕ブラックより実はネイビーの方を着用することが多くて、実際ね、ネイビー本当に全然出てなかったんで、超嬉しいです。個人的にはうわ、久しぶりに来たって感じですね。ネイビーのダービーが一番不良ですからね、実は。はい。まあ、というので、まあ、どこにも売ってないで、やっぱり最初にっていうので、違法同店で販売させていただく形になったんですけど、本当にありがたいです。で僕もちょっと言っちゃうけど、これはキープしようかなと思ってるんですけど、まあ、そういった意味でも、これまた、違法同店で店頭で先行発売、まあ、いつも通りベースでも販売しますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、本ちゃんの仕入れいきますか。はい。行きましょう。思わぬ収穫です。まさかみたいな。新色できたんだけどみたいな感じのやりとりで。で、何かなと思って、なんか水色とかもね、なんか、この間もね、出してて、やってたけど、いや、ネイビーが一番いいなと思って。いや、ネイビー渋いっすね。インディゴって言ってもすげえかっこいいじゃん。かっこよかった。うん。あれもいいけど、やっぱり定番で、もう誰もがみんな馴染んで着れるのがネイビーかなと思います。ネイビー着てます。うん。ヴィンテージのネイビー着てるじゃん。佐々木も。やっぱいいっすよ。うん。最高にいいっす。やっぱちょっとヴィンテージは若干色味が違うから、うん。なんかいいなっていう。これはこれです。ということで、言うほどチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。とはいえです。すいません。まあ、1軒目、まあ、だいぶ行きました。で、もう幸先良くないですか？やばいっすね。はい。まあ、ちょっと本業のヴィンテージバイング。もう、まずっす。もう、本当にこれアメリカで買えないですよ。マジで。デッキフックジャケット。まあ、サイズ38っていう。まあ、さっき佐々木も着てたけど、すごいいいサイズ感ですよね。
でもこれ3840とか、なんかそういうのがまあ人気なアイテムだと思います。これはね、ジャストで着るのはかっこいいジャケットだと思うので、デッキフック、かなり雰囲気いいです。まあ多少やれてはいてても、やっぱこのね、デッキジャケットとか N1 しかりですけど、多少やれてってもかっこいいのが、やっぱこのネイビーのジャケットなのかなと思います。やばいのか。まあもう、一応もうこれデッドなんですけど、もう。うん、まあ。ヴィンテージフリークだったら誰しもが、まあ一度は手に取って、まあ欲しがるジャケットだと思います。はい。ラングラー 66MJZ。幻です。僕、自分でアメリカで買い付けるのは初めてです。入ったとしても、日本で34サイズとかさ、もう実際着れるようなサイズで入荷することはないというか、僕も店頭でも、もう、約、まあ、10年近く店頭で働いてますけど、これをあんまり手に取ったことはないかもしれないです。で、この間25周年の時も多分入荷はしてないと思います。はい。それが今このタイミングで、サイズ表記40。で、コンディションめちゃくちゃいいです。で、ここの袖口のスレとかもないんですよ。で、今、もちろんリーバイ3もちろんですけど、ラングラーがね、こうなってる中で、この間金丸さんの本とかもありつつ、あってのこのタイミング的にはもう最高じゃないっていう。これ佐々木着てたじゃないですか。めちゃくちゃ良かったっすよ。で、これ北木くんも一番欲しいジャケットって言ってるじゃないですか。死ぬまでに絶対買う。ね、死ぬまでに絶対買うって言ってるじゃん。もうこのサイズで黒のサテンのジャケット、リーもそうだけど、まあもうないじゃないですか。うん。リーでさ、黒のピケで 1707B ってやつがあるじゃないですか。91B の形で。あれも、20周年の時にベルベルジンで1回入って、そっから1回2回入ったことあるかのレベルだけど、やっぱりラングラーはもう別格じゃないかなと思います。うん、黒サテンって言ったらラングラーでしょっていうね。はい、いや、マジでかっけえっすね。いやー、かっこいい。まあ、ぶっちゃけね、値段的には、決して安いっていうかもう死の高かったっすけど、これは、スーパースペシャル。うん、スーパースペシャルです。マジでないと思う。本当に。幸先めっちゃ良くないですか？まだ言っちゃえば初の初アポイント。本ちゃんの仕事じゃない。初の本ちゃん仕事で、これは。大きいトラックの中に今3着しか入ってないです。そう。本当にね、今日ね、3着しかまだ買ってないんですけど、まあ、今月インスピレーションがあるんですよ。インスピレーションがあって、まあ、かなり多分入荷いいと思うんですけど、まずね、ファースト仕事でこれに出会えるっていうのは何かちょっと今月、僕やばいかもしれない。持ってるかもしれないです、今月。で、また後日ね、豊さんも来ます。沢田さんも来ますと。片畑さんも来ます。もう今回はもうチームベルベレ人もう力入れて全力で仕入れします。はい。よろしくお願いします。最高です。最高です。フラッと寄った場所で思わぬ収穫。はい。まあ。これは P41 って言いますね。はい。マリンコープ。マリンコープの P41 のカバーオールです。まあ、ここら辺ももう見なくなってきましたし、あとサイズがでかいっていうのが、やっぱりいいなと思います。うん。3638から出ることが多いんですけど、これね、しっかり42って表記入るんですけど、まあ、ここがツートン。両袖がツートンになってます。やっぱりそのスウェットだけじゃないですよっていう、やっぱツートンで評価されるの。こういったね、軍物のこのロットの違いっていうか、こういうツートンも古着では評価されるんですよね。あと、これ、すごくないですか？うん。一回着てほしい。ね、ちょっと一回着てみようかな。小田君、行ってきます。US ネイビーの、まあ、いわゆるこのヘチマのショールカラーのカバーオールになる、ヘチマカバーオールって言われるんですけど、これね、色もいいし、まあ、ちょっと多少、ムラはあるんですけど、サイズがすこぶるいいっていう。これ僕が着ると、ちょっともうブカブカ。これ、ボタンは13スターボタンなんですよ。まあこれいろいろボタンが3、4種類くらいあるんですかね。おそらくそんくらいあるんですけど、まあその中でも、この13スターボタンっていう、これすごくいいなと思うんですけど、
これ確かに色のフェード感とかあるんですけど、なんかこれはこれでなんかすごいいいなと僕思うんですけど、サイズなんかこれはね、48? うん、なんか、まあ、50、いやでもそんくらいでかいです。正直。めちゃくちゃいいと思うんです。なんか T シャツだとむしろ僕はブカブカなんで、なんか中にパーカーとか挟んで、ちょっとラフに着て、このフェード感がいいなっていう。なんか古着の一点物ってこういうことなんだなっていう、もう代表的なアートピースだと思います。うん。これ本当に小さいサイズしか出ないんですよ。US ネイビーのヘチマって。小さいサイズか、もうボロボロとか、基本的になんかもう打ち込みのボタンばっかだけど、やっぱり色も残ってて、薄いのばっかじゃないですか。薄いの多いんで、ってなるとやっぱりこのサイズとこの濃さで出ることってないのかなって思います。これはめちゃくちゃいい古着だと思いますね。はい。まあ思わぬ収穫でした。僕初めて来た場所だったんですけど、なんか最高っすね。まあこっからが本番ですよ、今日は。今日はね。はい。まあこの調子で頑張っていきましょう。はい。とはいえです。はい。まずもう僕すごい大好きなんですけど、このチャンピオンプラグスのこのアパレルレーシングのフード付きっていうのがね、本当にないんですよ。はい。フード付きはやっぱり一番最強だと思います。ただちょっと XS なんで、普段遊歩道とかに来られる方の、彼女さんとかに買ってあげてください。はい。そういうことです。あとは、やっぱりせっかくサンフランシスコに来てるってことで、やっぱりここは押さえてないとダメなんで。はい。ダービーオブサンフランシスコ。まあ、コリア製度あるんですけど、サイズ表記46のアルミジップです。コリア80年代だろうが90年代だろうが、やっぱダービージャケットがもうアメリカでなくなってきてます。で、ましてや僕ら、本当はね、ベースが LA なんで、ロサンゼルスだとダービージャケットって全く出ないんですよ。で、なるとやっぱりサンフランシスコこっちに来た時に、やっぱりそのいろんなディーラーさんの人たちに、もう伝えて、ちょっとお願いしますって言って、やっと1着、2着っていうレベルのアイテムになってきちゃいましたね。あと前までやっぱり100ドルしないで買えてたダービージャケットなんですが、5年くらい前までは。もう今もうね、結構高いっすもんね。こっちの人だと。とはいえです。しっかりとブラックダービージャケット。はい。買ってます。ブラックダービージャケット、年代は 90s。90s になるんですけど、ミディアムロング。ロングいいんですよ。で、この年代、90年代とかに関して言うとですと、ミディアムでも、ヴィンテージの60年代のダービージャケットのサイズ44とか46くらいの実寸あるんですよ。ちょっと試しに着てみましょうかね。はい。今僕がジージャンの上から羽織った取ってですよ。てか、あんたすごくないの車。ジブリみたいな。ジブリみたいな。ね。ハウルの動く城。僕がジージャンの上に来てこれってか、なんならめちゃくちゃサイズいい。サイズめっちゃいい。これで、そう。これだと60年代のサイズ感でいくと46とか48くらいです。むしろこの90年代で XL とかになると、むしろトゥービッグな感じになってしまうんです。そう。やっぱりこれは、現行のダービージャケットには出ない配色っていうか、出ないフェード感なので、やっぱり90年代っていうか、ヴィンテージのダービージャケット、ブラックダービージャケットはやっぱり最高っす。はい。めちゃくちゃいいと思います。こういう感じでぜひ着てほしいなと思いますね。最高だと思います。これ、今月遊歩道に入荷日出すんで、ぜひよろしくお願いします。マジで。90年代とかになると、もうここ内ポケつくので。逆にいいっすよね。逆にいいっす。利便性です。言っちゃえば60年代のダービージャケットってロマンとかっこよさありますけど、利便性っていうところで、考えたらこっちですからね。はい。完全にこっちです。ペラペラですから。ただ、やっぱりあれにはもう、いろんな人の夢とか、ロマンが詰まったジャケットなんで。正直、60年代のダービージャケットの黒なんか、ぶっちゃけティーバッグより、とかね、そういったものと、比べる対象にはなりませんが、やっぱりお金払って買えるようなアイテムではないので、タイミングですね、本当に。はい。ということで、またネクストアポイントメントになります。はい。またちょっと、中は映すことはできませんが、
いいものを変えたらしっかり映しますのでよろしくお願いします。はい。やっぱりなんですけど、いろんな軍物のジャケットあると思うんですけど、やっぱ N1 ってかっこいいなって、やっぱ改めて。はい。そう、今月もね、N1 何着か、入るんですけれども、まあ、僕もね、正直今、なんだろう。今自分で所有はしてないんですけど、過去に2、3回 N1 所有してたことがあって、やっぱりなって思ってなんか手放しちゃって、今 A2 の三角フラップの初期のやつは持ってるんですけど、やっぱり今年こそはってね、去年ね、思ったんですけど、やっぱなかなかいい答えに出会えず、で、やっぱ、これね、38だから僕にはちょっと小さいんですけど、すげえやっぱかっけえなと思って、改めて。ね。で、今回入るコーストガードのやつからめちゃくちゃかっこいいじゃん。いや、なんか、やっぱかっこいいんだよね、N1 って。で、僕はピンピンの N1 とかよりちょっと、やれた感じの方が好きなんで、ってなるとやっぱり幻のネイビーとかさ、もう一発幻のブラウンってやつがあるんですけど、まあそれは僕もちろん現物は見たことないです。ただやっぱりネイビーの N1 とかは欲しいなって思ったりしますね。まあただもう正直手の届く値段帯ではないので買えないですけど、まあだったらこういった N1 の本当に極上の雰囲気。まあここ1本ステッチが入ってて、ね、ここもね、アルパカっていうかあれだったら初期とかあるんですけど、まあ、僕は全然レギュラーのやつでいいので、とにかく雰囲気のいいものを、欲しいなと思ってるんですけど、あとまあ、N1 って基本的にまあ、ね、こうやって出てくるときにジッパーが取れちゃってることが多いんですよ。で、これもジッパーのヘッダー取れてます、正直。ただ僕 N1 何回も所有したことあるんですけど、僕ジッパーを着て着用したことがないですね。基本絶対開けてきてるか、まあ、ここのボタン2個くらい、閉めて着るかくらいなんで、僕は正直 N1 で、もちろんジッパー完品であることに越したことはないんですけど、あんまり気にしたことがないなっていう。なんか、そんくらいラフに、かばってコーチジャケットみたいな感じで羽織るのが、僕はかっこいいなと思ってるんですけど、42とかだったらな、これ欲しいんだけどな、普通に。まあ、てくらい、いいっすね。なんかパッチとかつけちゃいたい。はい、なんかね、ピンとかつけたりとかしても、なんか N1 のこの軍物、まあ言ってもこれ40年代のジャケットなんですけど、これをなんか軍物っぽくないアプローチで着るのはかっこいいなって思います。はい。はい。っていうね、話でした。ちょっと古着屋回り行きますか？古着屋回り行きましょう。なんか今日、最初は良かったっすけど、全然っすね。うん、なんかダメだわ。やっぱりこの4月ってインスピレーションもあるんで、やっぱり日本人のバイヤーさんがすごい多いじゃないですか。めちゃくちゃ先に回られてる感がすごいっす。全部世界のサードって感じです。行くとこもうね、もうなんだろう。こんだけ荒らされてると、もうやる気なくなってくるね。マジかみたいな。だって、もうその数日前にさ、他のバイヤーさんが、言ってるストーリーとか、ここで見て、言ってるわけじゃん。そう。そう、分かった上で言ってるのがね、一番きついっすね。うん。いやー、ほんとなんかなえるな。まあ、明日がアラメダのフリマなんで。あと今日はあれですね、一件まだ。あ、そっか。あるね。そこにちょっとかけましょうか。そうですね。うん。まあ、ちょっと一旦古着屋さんでは回りに行きましょう。はい。はい。ちょっと移りました。ヘイトストリート。はい。まあ、ヘイトストリートっていうとダービー・オブ・サンフランシスコのストアが、あそこら辺かな。ちょうどミニが通ってますね。ちょっとミニ。ちょっとこれ、ニューのミニだね。ニューっすね。オールドのミニが良かったけど。ダービーが、てか、まさに本当に、そこがヘイトアンダーシュバリーだから、ちょっと一回ちょっとヒッピー覗いてみましょう。今日も多分コンサート開いてると思うんで。大体上ラっすよね。大体ね。やってる。やってます。お花見してる。いてますね。今日ちょっと多めじゃない？ちょっといつもより人多いですね。人多いね。やってますよ。今日めっちゃ混んでるんだ。なんか人多いっすよね。やってる。
ヘイトストリート。ヘイストリート。ハッピーだね。ハッピーっすわ。ちょっとあそこの古着屋いいっすよね。そうなんですよね。なんかもうちょっとフィフティーズな雰囲気が。フィフティーズな雰囲気があるけど。で左側に見えてきました、ダービーが。あ、ダビオブサンフランシスコ。あそこがダビーっす。ここ1店舗しかないですもんね。ここだけっす。卸やってないっす。卸やってなくて、唯一そういう感じなのがベルベル人ほどでです。なるほど。で、これダービー社の社長からそうだよって言ってたもん。まあそうですよね。そう言ってましたもんね。そう、本当にそうやって言っていいよって言ってたもん。そうだよって。はい。ここちょっといいですが、ちょっと店主の方が怖いので、中のやつはちょっとやめてみます。そうですね。タトゥーがここら辺まで入ってましたね。はい、怖いから。一旦まあ行ってみますか。どうでした1軒目？全然っす。全然でしたね。てかなんかもうやっぱりもう何回も言うようですけど、もう回られてる感がえぐいっす。なんかもうなんか残りカスみたいなのしかないんだもん。ね、こんな屈辱結構久しぶりなんですけど。いや結構厳しいですね今回。いやーマジ？あとまあ何軒かありますからね。さっきあそこもちらっと覗きましたけども、Y2K って言っても2000年代以降のさ、そうですね。まあ古着っていうよりかはもうなんだろう、中古の服って感じ。完全にそうですね。中古の服っすね。いやーなんか、まあでも一点だけさ、60s のアンチフリーズありましたね。ネイビーの。お、チェーン着てるあの人。70s のいいっすね。70505。タックスナップボタンタイプ着てました。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。多分もしかしたらメイビービギーかもしれない。マジですか？そういう感じですね。今コートよりの評価爆上がりっすもんね。爆よ。爆上がりっすよ。いやーちょっときついなー。いやーこんだけ古着屋やられちゃってるとさすがに悩ますね。いや本当っすね。ここ行きます？ここ行ってみますか。ここも前なんかちょっと撮ったよね。でここでちなみにダービー出てます。ダービー出てる？ダービー出てます。嘘つくな。ダービーでガチ？黒ダービー出てます。マジ？はい、古いやつ？ ATS。マジ？嘘つくじゃん。いやマジです。マジで？ちょっと一旦行ってみます。一旦ね。ここなんか一回あれだよね、前も映したよね。そうですね。でもこれとかめっちゃいい色だけど。ヌクシとかマンソンとかあるっすね。まあでも今時期じゃないからな。でももう200度です。200。まあいい色だし。そうですね。何この地味に珍しい。完全アメリカ製でしょ？やばいっすね。これ珍しくない？ロングの。いや、形がなんか違うんすね、全然。アメリカ製でだ。これめっちゃいいやん。めっちゃいいっすね、ワーのコーカフスが多分そもそもつかない。多分ランチコートタイプなんだろう。はい。これこそ、ダメージこそあるけど、これはマジで見ないんじゃない？これで思わぬ。ね。これはちょっとコンディション悪くても、多少ね。いや、でもどうする？でも見たことないよ、この形。そうですね、珍しいですね。これは、うわ、微妙。一旦検討系だね、これ。微妙。いやー、どう？あったけれどもだね。来ました。はい、来ましたけれども、ニューだね。それいいんじゃないですか？これ 90s じゃん。言うたやないですか、コウスケさん。うわ、マジか。
構出るんすよ。マジか、ちゃんと 90s じゃん。しかも、鬼フェードネイビーっすね。鬼フェードネイビーしかもじゃん。 XL。いや、これはいいっすよ。これはめっちゃいいんじゃないですこれ買うっすよ。まあこれもニューだもんね。か。そうですね。ニューだもんね。絶対それもらえます。はい。お、しかも、お馬さん来たじゃんいいですか。お馬さん、お馬さん。お馬さんの42。コンディション、まあ。いや、全然。うわ、でも高いね。高いっすか？高い。いや、外科値だから、普通に。いや結構ちゃんとついてる。あー、なるほどっすね。いやー、でもよ。それ色いいっすね。これ色いい。お、しかも。あ、でも裏地えっていう。あ、違う。いや、来た。めっちゃいいじゃん、これ。これよくない？これめっちゃいいっすね。ほら。超いいよ。しかも44 44。これ超いいじゃないですか。裏地変わってて。めっちゃいいっすね。それなんか、しかも春だし。そうですね。全部こんな値段すんの？買うけど。一発いいやつじゃないとってこといや、もうでも全部買うけど。出ます。いや、言うたじゃないですか、コウスケさん。マジ？ほら、嘘？ダービー3着出ましたよ。マジか。佐々木やるね。ガチであるじゃん。いや、ガチであるっすね。いや、こんなマジ古着屋パッと来て3着買えるってマジないっすよ。ない。絶対ないっす。絶対ないっす。絶対ないっす。いや、ない。しかもなんか全部いいやつだしね。いいっすね。ちゃんと古いっすね。古い。ちゃんと古い。はい。いや、幸先いいんじゃないですか。いや、幸先いいっすよ。いいっすよ。全然いいっすよ。まあ、ちょっと、一旦じゃあ、ここからラック叩いていきますか。一回本気出してみますね。結局、最後、セブンティースのサイズ表記46出て、4着。めっちゃいい。いいよ。マジででも、さっき会ったディーラーさんも言ったけどさ、ダービーがマジで高くなってて、いや、ほんと高くなった。マジで高くなりました。あれいいね。久々に見た。ビヨンボル。はい。セブンティース。いいっすね。値段が結構しっかりついてます。全体的に。ビヨンボルでもサイズがね、もう一発なければ絶対買うけど。そうですね。20結構でかいサイズじゃないかな。僕あれなんですよ。地味に相性いいんですよ。なるほど。ヘルドオーバー。一回ね、目付きか。リバースのチャンピオンのブラックのリバースのパーカー。2、30ドルだった。まあ、めっちゃいいっすね。目はついてた。けどやん。懐かしいっすね。けどいいっすよ。自分確か初めてシスコ来た時、この古着屋が一番最初の古着屋だった気がする。マジで？やっぱりもう家柄っていうか、グレーテルネットがすごいしてますね。まあね。なるほどね。なんかヴィンテージデニム。ヴィンテージではないか。ネイルシャツ欲しいっすね。ネイルシャツ欲しいね。ノンリップっぽくないですか？かも。本当だ。確かに。ちょっと見てみます。引っ掛けでした。びっくりでした。引っ掛け問題だし、値段も高いし。でもだいぶ服も減ったっすよね、前より。なんかもう全然じゃん。量も減ってるし。かすりもしなそうですね。いいっす、出ます。いいっす。雑誌がいい。早っ。待ってるよ。出ます。あとあれじゃないですか。よく僕もたまに日本で僕 YouTube 見るときに
よく古着やってる YouTuber の方とかが、セカンドストリート行ってみたいなよくやってるじゃないですか。やってますね。僕たまにあれ見るんですよ。はいはい。あーってすげえ結構フィッティンジあるんだなと思うんですけど、ちょうどそこセカンドストリートあるんで。そうなんですよ。セカスト結構、もういや買えるマジ説みたいなのあで、マりますよね。ジで、侮れないから、侮れないですよ。そう。あれ、セカストでダービー買ったことありますあります。あるんだっけ、はいこっちのね、セカンドストリートすごいいいっすからね。いいっすよね。まあ、じゃあ、セカンドストリート US バージョンどんな感じかちょっと言ってみます？こっちのなんか若者にもめっちゃ流行ってるらしいいやんですよ。ね、なんかセカンドストリートってのがすげえいい古着屋みたいな感じだもん。ですね。こっちだと。だってシスコだけで3店舗あるですからね。そうだよね。あ、ちょっとどんぐらい買えるかチャレンジですね。ね。なんか変わった？行っちゃいましょ行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。う。入り口付近ですね。入り口付近ですね。その他コーナーみたいなところは結構熱い。なんかちょっと怪しくない怪しくない怪しくない。これ多分、これ来たっすね。来てるね。やっちゃったっすね。いやうわそれめっちゃいいっすね。ちょっとバトル形式にしません？バックがすごくいいんですよ。まあ、サムレギュラースタッフが多かったんで。はいはい。これはやっぱりちょっと別格な気がするな。セブンピースのダービー。やっぱこのヒーリー感ガチで、ガチですね。ちゃんと重いです。うわー、青ちゃん。青木さん見てますか？とうとう車止まりました。いや、マジで最悪です。もう終わりました。どうやって帰ればいいのか分かりません。